飛車の働き、広さっていうんですかね、それが形勢にね、直結しやすいんですよね。皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修一です。今回はですね、将棋王座指しました対局の解説編をお届けいたします。今回の戦型は横太りです。非常にね、奥の深い戦型になっております。どういったあたりに気をつけて指せばいいのかということを含めましてね、重点的に解説していきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方を振り返っていきたいと思います。実際ね、私が先手番で、7六歩、3四歩、2六歩、8四歩、2五歩、8五歩、7八金、3二金と、お互いね、角道を空き合ってね、で、飛車先を伸ばしていくという。で、2四歩、同歩、同飛車、8六同歩、同飛車とね、ここまでは、もう横太りのね、スタートですね。ここでね、先手は分岐点を迎えまして、実際はね、3四飛車と横歩を取ったんですけれども、2六飛車とかね、2八飛車とか、いずれに飛車を引いて、例えば2八飛車と引いて、一例ですけど、2三歩と仮に打ってね、8七歩と打って、後手も飛車をね、どこか8四か8二か下がるような、こういう感じだと相掛かりのね、将棋になります。スタートが横太りでもね、お互いにこう横歩を取らないというような、選択をした場合にね、相掛かり戦になることもありますね。実戦は私は3四飛車と、横歩を取りました。で、ここでね、後手は3三角と上がったんですけどね、この3三角が一番、プロ間でも人気のある、対局数も非常にね、過去の実戦でも多い一手ですね。他の手で言いますとね、8八角成と、角をね、交換して同銀に、2八歩と打って、同銀に4五角と打つと。横太り4五角戦法と呼ばれてるんですけどね、実はこの形ね、将棋王座ナンバー82でね、指しております。そちらの方の動画もありますのでね、ぜひ、興味ある方は、そのね、ナンバー82とね、の方のね、動画もね、ご覧いただければなと。この将棋はね、非常に激しくなります。もう、お互いにあっという間にね、飛車交換になったりしてね、非常に面白い将棋なんですけれどもね、若干ね、後手がちょっと無理をしている、正しく指せば先手が良くなるとね、言われていますけどね、非常に奥深い戦法ですね。あるいは、8八角成同銀の時に、7六飛車とね、後手も横歩取ると、相横歩取りというね、戦型になりますね。で、先手が例えば7七銀なら7四飛車とぶつけてというようなね、これも非常に激しい将棋ですよね。横歩をね、3四飛車と取るのは、簡単に取れるんですけれども、後手の対策次第ではね、非常に激しい、展開になることもありますね。実際3三角で、比較的この3三角ですとね、比較的穏やかな展開になることが多いですね。はい。で、3三角に対して、実際3六飛車と引いたんですね。はい。でこの3六飛車がね、近年ですとね、いろんな対策が、3六飛車はあえて言うと旧式のね、対策と言ってよくて、近年ですとね、例えば5八玉と上がるとか、6八玉と上がるとかね、3六歩を突くとか、いろいろね、対策があるところなんですね。飛車を引かないで、こう歩を突いてね、桂馬を飛んでさばいていくようなイメージとかね、そういった展開もあるところなんですけれども、実際3六飛車だったんでね、この3三角と3六飛車の2手によってね、一気に激しくなるという展開ではなくなったかなという気がします。で、8四飛車の後手も引きまして、2六飛車と寄りまして、2二銀に、8七歩とね、お互いにこう、飛車を受け合ってね、ちょっと穏やかな感じです。で、後手は5二玉と。ここもね、本局はちょっとね、旧式の形、古くから指されてる形になりましたけれども、6二玉とかね、7二銀とか、もうね、結局この問題です。こう右にね、王様を美濃囲いしたこういうような指し方がね、結構、最近はね、いろいろ後手の工夫も多くなってきて、5二玉の方がね、むしろ新鮮というかね、昔からある手なんですけれどもね、ちょっと7二銀と頑張ってくるような手もあるところですね。はい。5二玉に対しては私は5八玉と、相中住まいですね。で、1四歩と。この端歩というのもね、将来的に後でね、解説しますけどね、角のラインでこう攻めていくときに端が絡むことがね、横太りでは多いんですよね。あとは飛車交換になった時とかにもね、端を絡める。とにかくこう端を絡める形が、他の戦型ですね、例えば矢倉戦とかもね、もちろん端攻めはあるんですけど、そういった戦型よりね、より多いかなという感じがありますね。で、1六4歩に受けない手もあるんですけど、私は1六と、受けました。
で、7二銀。これもね、7二金もあるところでね、比較は難しいところですね。7二銀となりました。で、私の方も3八金。これも3八銀もね、あるところなんでね、簡単に言うとね、3八銀ですと、より急戦向きですかね。例えば飛車が交換になった時とかにね、なんていうんですかね、この桂馬が浮いてない方がいい時もある。あるいは3八銀って上がってると、飛車がいなくなった時に2八歩と打たれるかもしれないとかね。難しいところですね。これは解説しますと非常に長くなるんですけど、好みでね、選んでもね、皆様指す分にはね、どちらがね、優秀とかも特にないのでね、はっきり、これは悪いですってこともないので、この局面で金上がるか銀上がるかはね、好みで選んでいただいても、大きくね、変わることはないかなと思います。この曲は3二8金でね、私は上がりました。で、相手の方が3八金に対して9六、9四歩と。で、9六。ということでね、方がね、角を動かしてきましたね。ここは2三銀とかね、上がってさらに保留しとく手もあるところですね。これも実戦例が多い手でね、仮に先手が4八銀ですと、2四飛車とね、ここ最近10年ぐらいですの間にね、もう指され始めた手で、ガツンとぶつけてしまってね、同飛車なら同銀っていう感じで、これも簡単には言えないですね。2五歩と受けるような手もあるので簡単ではないんですけど、後手のね、有力手段と、されています。実戦は、ここで8八角成になったのでね、また違った展開ですね。で、同銀に3三桂とね、飛んでね、はい。後手としてはね、角を交換すると手損になるんですけど、実戦見ないように2五歩と押さえる手にね、期待しているわけですね。はい。で、私は4八銀と上がって、2五歩に対して5六飛車とね、これはね、結構地味なが狙ってる手でね、次に7五角と打つ手が、厳しいですね。打ってこう中央狙ってね、飛車を回っても同飛車同歩で5三飛車と打てるような格好なんでね、後手はこの手に対して何か受けないといけません。実際は7四飛車と打ったんですね。6二金のような受け方もあるところですね。こう金を上がってね。これもあったと思いますね。こうやっておけば、よりね、中央は安定する感じですけどね。デメリットとしては7一打ち手とかにね、ちょっと隙はできる。例えば将来的に飛車がいなくなった後に、角を打ち込まれた後にね、香車にこっちになられるようなね、手が出てくる場合もあるんでね。前半微妙なとこでしたね。実際は7四飛車。いやでもね、これですとね、この地点が数を足したわけではないので、ちょっと怖い意味もありますね。で、私はここで、7四飛車に対して2七歩と打ったんですね。ここ2七歩はね、ちょっと慎重策な一手で、後手の方からこれ実はね、すぐうまくかからないですけど、例えば8二角と打ちますね。これから、攻めなら8二角があるんですけど、8二角9三香9一角が例えばやったとしますね。でこれでね、後手の方の狙いで一応1五歩という手があるんですね。でこれが先ほど言った8の突きが入ってくるとね、横歩取りがよく出てくるよっていう8攻めでして、同歩に1八歩と香取り、これも取りますよね。で4五角とね、筋はね、ぜひ、横歩取りを指す方はね、気をつけてください。横歩取りでね、非常によく出てきますね。角をやっぱり角と歩を手持ちにしてるので、組み合わせとしてね、よく出てくるんですね。で、香取りなんでね、飛車を渡したくないので、1六飛車と逃げると、2六歩と伸ばされましてね、同飛車ですと香取られます。歩を成られるわけにいかないので、例えば2八歩と受けると、2四飛車と回って、どうですかね、これは先手が全然ダメってわけでもないですけれども、この飛車とね、今日の格好は、おそらくね、もちろんプロ同士で指しても苦しい格好かもしれませんし、アマチュアのね、皆さんが指したら、ちょっとまとめ切るのはね、厳しいんじゃないかなと。次2七歩成からね、普通に破る手もありますしね。この時点は角打って角になったのは一つの例ですけど、例えばね、7七銀ぐらいの受けの手だったとしても、こういう感じで攻められて、結構ね、気をつけないといけないところなんですね、この筋。4五角の筋ですね。ぜひ、皆さんね、横歩取り刺される方はね、ぜひ気をつけていただきたいところですね。はい。で、2七歩というのは本当にそれをシンプルに、角の一緒で遮断したんでね、これを4五角打ってくる形になっても飛車どっか逃げておけば、2六には同飛車で取ればいいんでね、大丈夫という対策ですね。でこれは受けの手なんですけどね、攻めの手でもやったのは7五歩ですね。これ8二角よりはね、この手の方が積極的で、飛車が逃がせば得ですしね、同歩なら、同飛車なら、7七桂と飛んでおいてね、一回ね、なんか一手損したように見えるんですけど、次に8六角と打つ手がね、非常に厳しいですし、例えば7四飛車ですと、8六飛車という感じでね、4五角こう打たれる飛車をね、手順に逃げながら
まあ飛車成りを狙う。例えばこれで8四歩なら、角持ってますからね、これで8二角と打っていくようなイメージですね。まあ香車に手角になって、さっきに比べてね、やはりこう8のね、攻めがないということですね。こういう感じもね、あったとは思います。まあこれちょっとね、実戦の対局編の時もね、この時迷ったんですけど、まあ実戦になるのは一番ね、穏やかな手ですよね。まあ傷を消しておいて、で、2三銀に7七桂と。まあ角打つ手もあるんですけどね、香車逃げで角だった後がまあはっきりしないんでね、桂馬飛んでおけば、例えば角打って香車に8五桂みたいなのも出てきますんでね、7七桂は、そんな手にはなりにくい手ですね。そこで後手3四銀と。そうですね、後手の側としては、この2三銀から3四銀が一つ、まあ狙い筋ですね。先手の飛車をこう圧迫したいんですね。で、横歩取りという戦法はですね、空中戦と呼ばれるね、別名空中戦なんて呼ばれ方しますけどね、こう大駒が、まあ、中段で、乱舞するような展開なんですけれども、お互いのね、飛車の働き、まあ、広さっていうんですかね、それが形勢にね、直結しやすいんですよね。結局これお互いの飛車、特に今先手の飛車は結構窮屈なんです。で、次例えば後手の番が来て4五銀と出て、まあ、例えば4四角と打たれるとかね、この飛車がね、逃げ回ってるような展開になると、先手は苦しくなるんですよね。なので、後手はこう銀をね、スルスルと出てきたのは、まあ、先手の方はね、歩得はしてるんですけれども、金銀の押し上げがしにくいので、まあ、ある意味ね、取られたところの歩を利用してこう銀が出てくっていうのが、まあ、後手のね、お太りの指し方のね、一つの、狙い筋となるんですね。ただですね、本局の場合はね、次の手がね、効いたのが大きかったですね。これで一見すると飛車が窮屈なんですけれども、7五歩と、これがね、結構ぴったりね、飛車がこう、なんですかね、息継ぎができるというかね、まあ、同飛車にとってね、一歩取り返せれば後手もいいんですけど、8六角という手があってね、これは一ページで、網が破けてしまうんですよね。なので7五歩に8四飛車とね逃げたんですけどね、これでかなり飛車がね楽になりましたね。8四飛車に対して8六歩と、これは逆に後手の飛車にねプレッシャーをかけていく狙いですね。で後手は4五銀と出てきまして、6六飛車。そうですね、ここも、7六に飛車行きますとね、これも、まあ、うまくいくかわかんないですけど、こういう筋があるんですね。9五歩同歩、まあ、5四角と打って、まあ、先5四角もあるんですけどね、とにかく飛車を逃げ出して、9八歩ね。お互いのね、やはり1筋、9筋、どちらの筋もね、こう角を斜めで狙われるのは本当によく出てくるんですね。これね、よく出てくるので、横歩取りを指すときにはね、お気をつけください。ね、ということで、6六飛車ってちょっとね、いびつな格好に見える。ね、形はこちらなんですけどね、形はこちらなんですけど、5四角の筋を警戒して、6六に逃げたと。こういう時はね、今度角を打ってくれば、横に逃げといてね、大丈夫ということですね。はい。で、実戦は、8六歩に対して、4五で6六飛車に2四飛車とね、回ったんですね。そうですね、ただまあ、星を回る感じになりますとね、2七歩と打った手が、まあそうなってないですね。これね、疲れちゃう手をね、がないのでね、2二4飛車に2七歩と受けた手がね、逆に効いてくるような感じもありますね。はい。ということで、8五歩と堂々と伸ばしました。さあ、ここからですよね、いよいよ本格的な戦いに入っていきます。後手のここで3六歩とね、打ったんですけれども、どうですかね、他の手、例えば7四歩みたいな手もあったと思うんですよね。7四歩とついて、まあ、同歩同飛車となればね、桂馬の頭を狙って感じがいいですね。ただ7四歩ですと、8二角と、このタイミング打つ手がちょっと後手としては嫌味ですかね。この歩ついたことによって角が楽になるんでね、まあ、例えば9三香なら、まあ、5五角成まして4六とつくとかね。まあ、結構後手もこれは大変ですかね、手を作るのがね。5四銀なら7四歩といった感じで、角が結構働きそうなんですよね。まあ、実戦のね、3六歩は、まあ、同歩なら、5五角と打ってね、5五角と打って、飛車香両取りでね、これは後手がね、うまくいった形なんですけれどもね。ただ3六歩に対して、4六とついたのが、まあ、なんですかね、突きにくい手ですね。この場合、この手でね、うまくまとまったかもしれないですね。ちょっとね、これ、実際指すときにね、ちょっと躊躇したんですけれども、やはりこう、王様のね、こう斜めのラインが空くっていうのはあんまりいい形じゃないんでね、ただ実際こう、やっぱ追った手がね、行きましたね。はい。3七歩成とね、ことは取ったんですが、同銀に3六歩と打って、4八銀とね、
我慢しておいて、2八引くとまって難しいところでしたけどね、とにかく我慢しておいて、でこれ以上ね押す手がなかったですね。これでもね、だから3六を打たない方が良かったかもっていうのはね、この後出てくるんですけど、不義連だったんですね、これね、後手がね、それが大きかったですね。4八金に5四銀とね、撤退したんですが、8六飛車と回ってね、そうですね、ここを1回収めてから飛車を回ったのがね、まずまずの構想ね、だったかもしれないですね、先手としてね。これ実はこの、3六の瞬間に飛車を回る手もあるんですけど、この周りに飛車回るとね、2六歩という手がなんですよね。2六歩とついて、同歩同飛車と来て、歩を打った時に、飛車が引いてくれればいいんですけれども、3七歩成というね、強襲がもしかしたらあるかもしれないですね、これね。このと金取ると飛車取られちゃうんで、飛車を取るんですが、3八という感じでね。先手も飛車が成れるんでね、形勢ははっきり負けかというと難しいですけど、ただ、かなりのダメージを先手陣も負いますんでね、先手としてはこの変化は警戒しないといけないということですね。ですのでね、ちょっと4六歩というのは、今の変化も備えてるわけですね。こう歩を成って同銀で歩を打って銀に引いて5四銀に飛車を回ってね、似たような局面なんですけれども、今度はね、2六同同飛車と2七歩と受けとけばね、これクッションになってて歩を成られないってことですよね。ちょっとこの場合においてこの歩がね、生きてる変化ですね。はい。そうですね。で、ここでね、ちょっと結構ね、長考されたんですけれども、実は結構ね、後手が困ってるかもしれないですね。歩があれば歩受ける形でね、大したことないんですけれども、歩がないんでね、あと、間に合わないですよね。2六歩同歩同飛車とやっても、歩を打って、飛車を引いてね、これもあると思うんですけど、歩を伸ばされてね、今度歩を打つと、例えばですね、一例なんですけれども、9五歩、同歩、9二歩と打ちまして、同香に5六角と打ちましてね、仮に一歩交換できてね、歩を一生懸命受けたとしても、端攻めが今度回ってきますんでね、仕込まれる形がきついんでね、ここはね、先手のペースに、なりましたね。はい。で、後手は、まだね、今の変化で勝負した方が良かったかなと思うんですが、実際5銀とね、出たんですけれども、8四歩とね、突く手が、シンプルながら厳しいですね。歩がないのでね、9二角と打ってもね、一回4七銀ぐらい受ける。あれが、角を合わせて欲張ってもいいかもしれないですね。角を合わせてしまって、同角成同銀と欲張ってね、指して、いずれ打ち込んでも指すし、ここはちょっとね、後手としては対処が難しいですね。はい。ということで、2六歩、同歩、6四銀とね、指したんですけど、これはちょっとね、強引な受け方になってしまいましたね。8三歩成が厳しいですね、シンプルにね。で、7五銀と。先手もね、飛車を狙われるのは嫌な形なんですけどね、一回ここで、ちょっと欲張ってね、8五飛車っていうのはちょっと、渋い手でね、シンプルに銀取って、飛車取って、金取って、2枚以外でも先手優勢なんですけど、より得しようという手ですね。これ銀取りでね、歩を受ければ銀を取って、無銀の丸得です。で、後手はね、ここで、7四角と。飛車金両取りなんですけれども、こうしておいてから銀を取ると。これで飛車を取れば、金を取って、先ほどのね、銀で取られる変化に比べて、最後角取りが残るということでね、欲張ったというのはそういうところですね。先ほどだとこういう格好で後手の番だったんですけど、角を打った形だとこの形なんでね、比較してもらえば分かるんですけどね、角取りが残る形で金が取れると。こちらに進んでもね、飛車1本でね、例えば7四角と引いても、6五銀のようになって打っとけばね、これも先手優勢ですね。はい。実戦はね、7二と銀を取った手に対してね、3八角成と勝負に来たんですけど、これはね、8一飛車成で、はっきり先手の手勝ち模様になりましたね。はい。後手もこれ2六飛車という手が回ればね、一気に先手玉危なくなるんですけれども、現状は6一竜からの詰めの段でね、実際5一金と逃げたんですが、6二銀とね、絡みついてね、これも5一竜までの詰めろですし、同金ですと同とからね、角と金を持っていれば簡単なね、即詰みがあります。ですので、実際6二銀に対してね、4一金とかわしたんですけどね、ここからでもちょっと面白い手でね、必死かかりましたね。局面的には3五角と打ったりとか、6五桂打つとかいろいろ価値があるところですけど、5一角と打つ手がね、決め手になりましたね。これちょっと面白い手ですね。6一竜の一手詰め狙いで、
同金とは取れないですね、同竜で詰みでね。これで実は受けがなかったんですね。実際4四歩と。これは唯一の受けでね、6四歩もそうですけど、脱出をね、狙ったんですけれども、5五桂と打ってね、ぴったりなんですよね。6筋もついても5四歩も、ここの地点をね、桂馬でこう止めることによって、がんじがらめですね。実戦も、5五桂と打ったところでね、相手の方の投了と、なりました。これね、ちょっと見習わない格好なんですけどね、次の6一竜の1点狙いの詰みがですね、受けがないですね。逃げ道を開ける手もない。4二金と上がっても、同角成と取ってね、同玉に5一竜でね、いずれにしろ上に逃げれないということで、投了もやむを得ません。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編をお届けいたしました。今回は横太り戦ということで、非常にね、難しかったと思います、内容はね。いろんな変化がありますし、少し形が違うだけでね、一気に激しい戦いに突入したりとね、神経を使うようなところがね、多いようなね、将棋なんですよね。ですのでね、今回の、解説をね、ぜひ、繰り返し見ていただいて、皆様のね、実践の参考になればなと思っております。